次のプレゼント企画はいつですか？二度とやらない。どうも、熊五郎兄さんです。本日はこちら。じゃん。PS4 のコントローラーです。で、今回ね、修理もあるんですよ。ここの USB のところがグラグラで、繋いでもダメなんですけど、これの修理と、あとね、こちら、エクストリームレートっていうコントローラーの改造キットなんですよ。こちらメーカーさんからご提供いただきました。2色もらったんですけど、お、すごい。はい、カーボン柄と、あとこっちはね、赤だね。お、なんかすげえな。赤いなんか模様です。骸骨が書いてあります。これだね、すげえな。あ、手触りもいい。ゴムみたいな手触りになってます。すげえな、これ。なんだろうね、転写したのかな？こっちにもね、色入ってきてるもんね。これはかっこいいんじゃない？こういう感じだね。赤と、こっちはね、カーボン。あ、これもね、なんだろう、ゴムっぽい手触り。いい、これすげえな。めっちゃ質感いいよ。で、ただにこれパネルだけじゃなくて、改造キットなんですよ、これ。あ、説明書もついてるんだね。コントローラーのこの辺にボタンを4つ追加するキットなんですよね。で、どのボタンを割り当てるかみたいな。ここにボタンつけて、何かのボタンを割り当てるみたいな。L3、R3 を押しづらいじゃないですか。それをこっちに割り当てたりとか、L1 が押しづらいとかっていう場合はここに、例えば L1 と L3 にしたりとかね。できるキットです、これ。一応ね、Amazon で売ってるんだけど、並行輸入の業者さんが売ってる感じなのかな。今回ご提供いただきました。で、コントローラーあるんで、お兄さんが、この修理ね。修理と、なんだ、ハードル2個あるんだけど、まず修理できるかどうか。で、こっちのコントローラーを、この赤にしてみようかと思います。で、この改造キットを取り付けて、で、修理して、改造キットついた状態の完成品を1名様にプレゼント。で、こっちのカーボンは、開けちゃったんだけど、このまま新品の状態でプレゼント。で、どう？面白そうじゃない？そう、メーカーさんにね、これ、興味ありませんかって連絡が来て、そんな大して興味なかったんだけど、プレゼントできるんだったら面白いかなと思って、ちょうどジャンクのコントローラーも余ってるんで、2つもらえますかって言ったら、いいですよってことだったんで、じゃあ、やりますって言って、1個改造して、その完成品、コントローラーごとね、プレゼントで、もう1個は、そのまま送ります。オープニングでいきなりツイッターチェックした人いるでしょ。多分ね、お兄さん忘れて、まだ作ってないから、固定ツイート。応募方法はいつもの通り。で、お兄さんはこっちの赤を作ります。すげえド派手だけどね、手触りすごいいいよ。アイコスの手触り。ゴム塗装のやつね。アイコスの黒。すごくいいよ、これ。ただね、作るのにハンダも使うみたいなんで、面白いと思います。ね、みんな1ヶ月ぐらい外出れないじゃん。そんな時こそ、コントローラー改造ですよ。で、説明書は英語だけど、なんか写真いっぱい入ってるんで、これ見ながらやってみます。さあ、できるでしょうか。フレキの基板も入ってるね。いいんじゃないこれ。クリック感あるっていいよ、これ。はい。ちゃんとオムロンスイッチです。いいんじゃないこれ。いつものドライバーはね、よくあるやつ。あと、これついてるわ。バキってるやつ。とりあえずこれの動作チェックね。ぶっ壊れてるんで。まずはちょっと、パソコンにつないでみます。多分ダメ。充電もできなかったから。コントローラーの設定、来てないもんね。反応しねえもん。そんな状態です。ちょっとバラして見ていきましょう。まずはね、中の基板の型番を調べましょう。とりあえずこれ新しいやつです。ここに光るやつね。中の基板で適合があるんで、とりあえずここが光る新しいやつじゃないと適合しないみたい。古いやつはダメみたいなんで、とりあえず開けてみましょう。開いちゃった。これ一回開けられてるね、多分。で、ここに、これね、ブレーキがあるんで、こっち側ね、わかりやすいようにマーキング入れときましょう。ブレーキぐちゃってなってんな。このコントローラー全然汚くねえな。少し手垢ついてるけど、全然普通、大丈夫だよ。で、今回こっちのケースが変わりますんで、この辺は全部差し替えなんだよね。バッテリー取って、バッテリーカバーですね。で、この基板の型番は JDM40。これですね。JDM40。で、基板の型番がコントローラーの上が光る新型のコントローラーで JDM040、050、055。これが適合だね。で、まずこっちだよね。なんかフレキがぐちゃってたんで、フレキの接触不良な気もするんだけど、右を上に持ち上げると抜けるんだね。スポンジ。ネジ1本だね。これが多分故障部分。これね。
で、この部品は JDS040 って書いてあるんで、これだね。同じ部品がね、丸ごと変えちゃいましょう。あれ、こうだっけ？これで一回ちょっと動作チェックしてみよう。はい、繋いでみたいと思います。USB の基板は光ってる。光ってるね。これね、反応してますね。左 L スティックは OK。大丈夫だね。全部動作してます。とりあえず、この USB の基板変えたら治りました。じゃあ改造を進めていきましょう。はい、それじゃあバラしていきましょう。こっちはもう使わないからね。で、一応ね、細かいところもバラして掃除しましょう。抜けた。やっぱちょっとね、汚れついてるね。こいつは抜いときましょう。シャギーンと。シリコンパッドも大丈夫そうだね。この基板も取っちゃいましょう。ここで引っかかってるだけだね。そうだね。で、こっちのハンダ作業がちょっとあるんで、このケーブルやっぱ邪魔なんで取っちゃおうか。この振動モーターね。黒の方にマーキングしとこう。ほとんど汚れてないね。かなり程度いいんだろうな。段付きもないね。じゃあ取っちゃいましょう、配線は。取れねえ。はい、取れました。プラスチック部品はいつもの超音波洗浄機だね。はい。で、まずジョイだよね。溶けないジョイ。はい。洗剤買おうかな。この洗剤を水に溶かすっていう、この行為がすごく無駄な時間だよね。そうだよね。洗剤買うだったら許されるでしょ。生活必需品だから。はい、溶けました。こういうやつだね。これもいいよ。入れちゃう、全部。はいはい、全部。LR ボタン。これは入れちゃダメ。ギリ入んない。だけど入るね。いいよ、これで。じゃあこれは台所でやっていきます。はい、それ以外はね、アルコールで洗浄しましょう。この辺はね、全然綺麗だよ。手垢もついてない。使ってなかったのかな。これも超音波。こっちはね、全然汚れてないわ。そうね、ここだけエア吹いとこうか。はい、洗浄終わりました。綺麗だね。めっちゃ綺麗になるわ、やっぱ。水洗いは。超音波は超綺麗になるわ。で、これ乾燥させます。で、次はこのフレキの取り付けですね。こうやってつけるみたい。この黒いところが、ここの接点がここにぶつかってたんですけど、その間にこのフレキが割り込むっていう形ですね。で、一箇所ハンダ付けが必要みたいで、ここね、一番端っこ。これと、ここのスイッチの、この足これにね、ハンダをこうちょっとくっつけてたね。で、これを固定するみたい。フレキをちょうどいいところにすると、ここがぶつかってるんですけど、ここをハンダ付けするみたいですね。これがね、ちょっと大変そうですね。すぐずれちゃうね。これでいいでしょう。で、フラックスを、こんな感じでいいかな。で、ここにハンダ付けします。OK。隣の足のハンダ付けできてます。軽く洗浄だけしときますか。しなくてもいいんだけどね。で、これが、こうつくんだね。結構しっかり入るね。サイズがきっちり作られてるんで、もう入れるとビチってなるね。はい、OK。LR のスティックの、L3 と R3 ボタンの配線をすると。で、それがこれだね。ついに来ました。この2本だね。赤と青。こうつくんだ。で、今コントローラーひっくり返ってるんで、こっちが L ね。でこっちが R ね。で、L の方に青線。ここに割り込ませます。はい、つきました。赤はこれです。ちょっとハンダ溶けないんで、盛りハンダします。OK ですね。これで配線は完了。
とは隣とついてないかだけ見た方がいいですね。大丈夫だね。でもハンダはもう使わないみたいです。そしたらこれ一旦置いといて、こっちの組み立てやろうか。手触り。最初に、これはめるわな。で、これをつけたら、ここをテープで留めてたよね。確か。透明はめて、これで OK だね。あと最後スポンジをここに当てて終わりか。ここだね。そうだ、ここがスイッチつくとこだね。これもじゃあ一回置いといて、はい、じゃあ前面の方、組み立てていきましょう。はい。ねえ、配線がいっぱいになっちゃってるからね。シリコンパッドだね。はい、OK だね。これに LR ボタンもつけちゃおう。で、こいつを組むと。配線は全部上に出しちゃえばいいのかな。一応下に干渉しないように通しました。で、これで止めちゃおう。このボタン付け忘れてた。今付けました。よし。ここでニッパーが必要で、このタクトスイッチの使ってない足を切り取んなきゃいけないみたいです。これが邪魔しちゃうみたい。よし、固定しちゃおう。まずこの緑ね、この銅のシールになってるやつなんだけど、よし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 。先にこれつけちゃった方がいいな。ちょっと狭くなってくるけど、こうだね。ラッチ上げて、こうだね。入った。繋いじゃって、これがこの辺りにつくみたいだね。この辺だね。こんな感じですね。わかりづらいね。ここに穴があるんだよね。で、その穴が、ここにちっちゃい LED がついてるんだけど、ここにこれを合わせるみたいだね。で、ここに両面テープがついてるんで、ほい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 。ここに合わせて、この向きで貼るんだけど、この型だとこれが邪魔するね。スポンジを横に逃がそう。ギリギリのところで。どうしても貼りたいんでね、ここの透明のプラスチックを押さえてるんで、ちょっと右にずらした。こんな感じにしてみました。はい、貼れました。で、こうなんか配線の逃がし方があるみたいで、ここがなんか1番みたいなね。配線をこっちの外側、内側じゃなくて外側にして、はめて、こっちに逃がすみたい。で、1番はこれだね。こう来るんだね。はい、OK。で、2番、こっちの下段の方ね。は配線を内側に逃がすみたい。こっち向きだね、スイッチ。で、2番をぴったりはめて、3番、で4番だね。で、こっちも内側に配線を逃がすと。やっぱ配線がギリギリだね。で、もうバッテリーか。はい、バッテリーつなぎました。ひっくり返しますね。こうで、で、これはここにつなぎます。はい、つなぎました。で、はめちゃっていいのかなこのフレーキがどうやってやるのかな。入れるしかないんだよね。そうだね。下に折れるようにして持ってくしかないね。いけんのかい？中ですごく反発してそうだけど。いいの？はめちゃうよ？いいの？はまるよ。はい、はめた。もうなんかすげえな。かっこいいな、これ。ボタンね。あ、ついたついた。おお、なるほどね。はい、ついた。1、2、3、4だね。ああ、いいね。押した感じがすげえいい。ああ、なるほどね。中指で押せるんだ、両方とも。おお、なるほどね。いや、お兄さん、中指と薬指で押すのかなと思ってたけど、中指で両方押せるね。OK、完成しました。じゃあ、動作チェックやっていこうか。さあ、動作チェックだね。レーズンサンド。ラム風味レーズンの芳醇な味わい。お兄さん、ラムレーズン大好きだからね。買ってみました。おー、結構でけえな。ほら。
面白い。ここで結構硬いのよ。柔らかいのかと思ったら、まあ、サクサクはしてないけどね。山崎だ。スイーツっていうよりは菓子パンな感じかな。美味しいよ。なんかこの写真でこんな味かなって思うでしょ。その味。美味しい。339キロカロリー。やっぱ結構カロリー高いよ。しょうがないね。美味しいのはカロリー高いんだよ。レーズンサンド。ごちそうさまでした。はい。まずね、コントローラーちゃんと直ってるかどうか確認していきましょう。まあ、反応はちゃんとしてますね。ボタンも大丈夫かな？大丈夫そうだね。はい、大丈夫でしょう。で、あとは、裏のこの4つにボタンの割り当てをやってみます。まずこの L3 をここ。L1、L3、R1、R3 にしてみます。まず設定モードが L1、R1 と下と×ね、を5秒間押す。そうすると裏の LED が光ります。光ってるね、これね。光ってる状態で L3 とここのボタン、長押しすると、来たね。ピカピカピカって。で、これで OK。いっぺんにできるのかな？ここと L1。よいしょ。来たね。で、今度右 R3 とこっちの奥の方ね。同時押しで長押ししてます。来たね。R1 とこのボタン。同時押し。来たね。で、設定モードを終わらせるのに、またこの L1、R1 と下と×ね。5秒押し。で、消えたね。これで設定完了してるみたいなんだけど、どうでしょう。L1 で5番が光ってて、ここのボタンでも同じボタン効いてますね。で、これ L3。11番が光ってるんだけど、いっぺんにできないのか。ここだけ当たってねえんだ。これが R1、R16 番で、ここも設定できてるね。同じとこ光ってるね。R3 が12番が光ってるけど、効いてるね。ここだけ効いてないね。ここが L3 当てたはずなんだけどね。もう一回やってみようか。ここのセンサーを触るとできるらしいんだけど、どうだろう、やってみよう。ここ5秒触るみたい。できた。設定モード入って、L3 とここを長押し。来た。で、もう一回5秒触って、オフ。11が光ってる。そうだね。L3、11で、ここも11。これで割り当てできたね。これが R1、L1、R3、L3。できました。ここ触ってもできるし、4つのボタン5秒押ししても設定モード入れる。自分でやるときこの鏡使った方がいいかもしれない。なんかこうゲームしてるときに、ここのボタンって押しづらくない？ L1、R1。それがここで割り当てできるのはいいかもしれない。手の大きい人はこっちのボタンを中指で押すと押しやすいかもね。コントローラーをどういう風に握るのかっていうところでも好みあると思います。あなたは何ボタンを割り当てますか？一応本体でも動作チェックしてみます。大丈夫だね。抜いてもできるね。あとは、イヤホンとかそういうやつか。ちょっとマイクはわかんないんだけど、コントローラーのイヤホンとかはちゃんと聞こえますね。そこまでしか動作チェックはできません。はい。今回はエクストリームレートさんからご提供いただきましたコントローラーのカスタムキットですね。ボタンを4つコントローラーの裏に増設できるキットです。で、赤はね、もうお兄さんがジャンク品のコントローラーと組み合わせて完成しているものがあるので、こちら1名様に。で、まだ作ってない新品のやつ、カーボン柄の方ですね。こちらこのまままた1名様にお送りします。で、こっちの赤コントローラーには工具と、あと使わなかった予備のスイッチとかあるんですけど、このタクトスイッチだけお兄さんがもらいます。ちょっと欲しいんで。ちなみに誤解ないように言っときますけど、お兄さん1円ももらってないですからね。これを2つ提供してもらっただけ。で、2つプレゼントに回すんで、お兄さんは送料の負担をしてる状態です。動画ネタを提供してもらっただけです。なので別に極端に褒めることもしないし、そのまま感じたことを言ってます。で、ツイッターの応募は必ず色、赤かカーボンね。赤はもうコントローラー付き。これお兄さんのジャンク品。こちらもしくはカーボンはこのパーツだけ。どっちかを必ず書いてください。どっちでもいいですとかっていうのはもう飛ばします。で、応募方法はいつも通り固定ツイートを作っておくんで、そちらご確認ください。今回の動画面白かったなと思ったら高評価お願いします。あと、ジャンク品修理やってますんで、また動画見たいなという方はチャンネル登録お願いします。
それではまた、熊五郎兄さんでした。バイバイ。